その4件だけ、そうだ6766がシリアルなんで、6766ですね。言いにくい。はい、どうも始まりました。本日スペシャルゲスト、ギタリスト、ひろいけんじさん。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうひろいさん、今日はこのために来ていただいて。そうですね。今回こちらです。ヤマハから出ました THR32 の松本さん仕様。こんな感じでハウス・オブ・ストリングスのこのロゴが入っていたり、あと松本さん本人が監修されたサウンドだとか、名曲のプリセットとかも入っているので、そうなんですよね。今日はそのあたりやっていきたいなと思います。じゃあまずこの THR タック仕様の説明をちょっと簡単にしていきたいなと思うんですけども、この THR ヤマハのね、あれがベースになってるんですけれども、ここにある例えば音色をセレクトするところがですね、プレゼント、そしてパスト、プレジャー松本さんのサウンドを出すに特化した仕様にだいぶ変わってるんですけども、ただベースは THRになってます。 THR といえばね、ここにハンドルがあって持ち歩けたりするんですけども、これ今電源つながってないんですけども、押すともう起動します。これ中にバッテリーが入っていて、電池とかもいらない。普段は電源につないで家のここに置いとくんだけども、ちょっと今日は気分転換でリビングのここで演奏したいなっていう時に電源だけ抜いて気軽に持っていくことができるのが結構この THR のいいところですね。そしてさらにワイヤレスにも対応しているので、専用のトランスミッター買っていただければワイヤレスで演奏ができるっていうところも特徴だったりします。この辺りのつまみはゲインだとかマスターですね。そしてイコライザー、馴染みのあるつまみが用意されていて、そしてエフェクト、ディレイ、リバーブのつまみがあります。このエフェクトもなんとごめん、ワウなんですよ。本当ですね。ワウこれ足でコントロールするワウではなくて、フィックスドワウですね。ソロで演奏される時とか結構かかってたりするので、それがこの個体でかけられたりするっていう風にちょっとカスタマイズされていたりだとか、あとは何といってもここにあるオウンメモリー、初めからメモリーされてるものが5個用意されていて、これを押すだけでそのメモリにこう切り替わっていくんですけども、これなんと松本さんご本人監修だからこれを押すだけで、この後やりますけれども、リードだとかクランチ、クリーンみたいなのが出せるようになってます。あとは Bluetooth の受信もできるので、スマホとかで流したオケに合わせて演奏ができたりだとか、 USB でコンピューターと接続するとオーディオインターフェースとしても使えるので、そしてさらにヤマハなんでキューベース AI っていう、ひろいさん何使ってます？キューベース使ってます。キューベース使って、僕もキューベースなんですよ。はい、学生の時からずっとなんですけどもキューベース便利なんで、それがついてきたり、コンピューター側で鳴らした音をここからスピーカーとして使うこともできるので、もう結構何でもできちゃう。確かに。はい、アンプになってます。じゃあお待たせしました。音出していきましょうか。出していきましょうか。よし。はい、お待たせしました。つながりました。今こちらにセッティングしてあります。タック監修プリセットが気になりすぎるんで、気になります。全部で5つ順番にいってみたいなと思います。はい、1つ目はプリセット1ですね。ソロポチどうだ。おー、めっちゃタック感、めっちゃいい音しますね。どうすか？素晴らしい。松本さんのサウンドって、その中域がすごく特徴的だったりするのと、あとやっぱリバーブとかディレイのこの量、適切な量で結構深いんだけども、いやらしくなくかかってるっていうところがソロのサウンドのポイントだったりするんですけども、さすが完璧に抑えられて、これいいなと思ったらこれをベースに少し変えていくっていうことももちろんできて、さっきちょっと紹介したこのワウ、これちょっと足していいですか？はい、いいですよ。どうでしょう？すげえワウの音がしますね。しますね。続いて、プリセットにバッキング。バッキング。こっち。おー。続いて3番クランチ。クランチ。あ、結構ディレイもかかってるクランチ。
なんかね本当にタックアンプがこうスピーカーが鳴ってる、うん、結構これ THR そんな大きいアンプじゃないじゃないですか、自宅で弾く。そうですね。なのになんか大きいアンプで松本さんがこう鳴らしてるのをマイクで撮って、まあ、僕たちがよく耳にしてる音にすっごい近いと思います。じゃあ4番はクリーン。クリーン。あ、これなんかライブで松本さんがなんかすごいクリーンをこうゆっくり弾いてらっしゃる、なんかわかります？みんなライブ会場で稲葉さんいなくて松本さん一人のコーナーでクリーン弾いてらっしゃる時のあれ、あの感じに近いです。確かに。もうちょっと聞いていいですか？確かに。はい。これ予定いなかったんですけど、レスポールつないでいいですか？ああ、確かにいいですね。これどうなります？うわー、これですよね皆さん。このセットいいですね。このセットだわ。じゃあこの流れで5つ目、アルペジオ。アルペジオでレスポール持ってアルペジオと言ったらどうなりますか？いやー、そうなりますよね。なりますよね。これでもやっぱ本当に松本さん監修だから、完成度が高いとか低いとかいう次元じゃなくて、そうですね。もうあの音。あの音ですね。確かにそのまんま音出ますね。ね。はい。パストっていうのがありまして、パスト。過ぎ去りし、要は過去の松本さんがこういう音で弾いてたよねっていう歴史的なロックマン、松本さんが昔使ってたのサウンドにすごく近いと思ってて、これなんか懐かしサウンド、ロックマンランアルバムの中からなきゃいけます。いきましょうか。うわ、もう大好きっす。僕も大好きですね。続きましては、今までハンバッカーのピックアップでやってきましたけれども、家にこのストラトだとかシングルコイルのギターしかないんだけどっていう方でも楽しめるのかどうかをちょっと検証してみたいなと思います。はい。松本さんプリセットの今1番になってるので、これでちょっとどんな音がするか。全然大丈夫っていう。いい感じ。ストラトでも太い音出てますね。出てます。普通にこのめっちゃ太い音出るし、でさっきやってたねパストとかももうめちゃめちゃ楽しいんですよ。聞きたい。もうあの頃の音がいい感じの中音域が。続いてはですね、アプリからも操作できるのでやってみたいなと思います。今アプリの画面こんな感じで出てると思いますけども、 EQ とかもここからもちろんいじれるし、他のページにこのコンプなんてあったのかとか、コンプがあったり、エフェクトもね、コーラスとかディレイ、リバーブ、それぞれここで設定ができます。このキャビネット、これもねアプリからでしか選べない感じになってるので、今このヴィンテージの 4×12 っていうのがあるんですけども、ブラウンの 4×12 にしてみようかな。で、あとはね、松本さんライブの時にこういっぱいこうアンプ後ろにありますけれども、2発キャビに実はマイキングされてとかも結構あったので、この2発キャビ何個か言ってみますね。はい、
めっちゃキャラ変わるんですよ。だからアプリは結構必須っていうか、そうですね。いる。で、あと一発キャビも僕結構好きで、マミキャビ独特のサウンドあるので、これもちょっと言ってみます。1個目に選んだカリフォルニアの 1×12 とかもすごいなんか趣があるし、ありますね。アメリカンはめっちゃアメリカン。めっちゃアメリカンでしたね。じゃあ皆さんお待たせしました。プリセットを弾いていきましょうか。これもうすごいんですけど、曲に合わせたプリセットがもう用意されておりまして、こんなラインナップになってますっていうのをちょっと今から皆さんに見せたいんですけども、これとですね USB でつないでみますね。はい、つながりました。コンピューターからも同じ THR リモートっていうものがありまして、アプリからももちろんプリセット選べるんですけども、 Mac からやると、はいドン、はいこれ一発でこれ出るんですよ。これやばないですか？これやばいですね。先ほどあったのが1から5のですねプリセット、6以降は曲名でございます。レディナビから始まり0に行き、だから時代順、そうですね、に並んでいて、はい、これが気に入った、この音がいいと思えばそれを登録しておけば、1番はラン、2番はタイムみたいな感じで設定しておけるし、元に戻したければ元あった12345のそれを割り当てれば戻るんで、じゃあどれいきますか？どれにしましょうか？もう順番に時代に追いかけていきましょうか。レディナビゲーションからいきますか。これねちゃんとパストがね光ってますね。おー、これちょっと今日、せっかくこの動画撮るからギターも何本か準備しておりましてレディナビやるからにはヤマハの MG 言っていいですか？あれですか？はい。あのね、すごいっぽいけど、ちょっと行き過ぎてるっていうのは多分このプリセットは割と今皆さんが現代で持ってるギターで弾いてちょうどレディナビの音がするようになってるから、これで弾いたら結構えぐいとこまでいっちゃった続きましてはゼロレスポール。はい、切り替わりました。ゼロのリフがこちらです。結構当時のゼロだ。確かにちゃんとランのアルバムの時のゼロの音ですね。ゼロにもソロがあるのでゼロソロ、これも当時のじゃあゼロのソロですね。いや、めっちゃいい。あ、これ僕プリセット入れたい派。入れたい、僕も入れたいです、これめっちゃ上がるわ。上がりますね。じゃあ次行きましょうか。あ、ランアルペジオ、これもレスポールのまま行きましょうか。はい。いやーもう幸せ。この一発目の4弦4弦です。その4弦だけ、それもう一回4弦ください。4弦きますね。本当にやばい。この4弦やばい。じゃあこっからのランのソロを弾けばいけんのかな。そっからバッキングにすればいいんだ。全部あるもんな、ランのバッキング。いや、これもう本当にランだわ。再現できますね、最初から最後まで。いや、本当にすごいわ。THR からこんだけ最近のモダンな音から当時の、そうですね、当時の音ですもんね。いやー、さあこっから時代がどんどんかけていきますよ。あ、109。
今日このために1本ギター用意してあるんですけど、ちょっと持ってきていいですか？はい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 。このギターなんで持ってきたかっていうと、これ54年のストラトなんです。M ステの曲って1094、松本さんの54年のストラトキャスターのシリアルナンバーなんですよね。これも同じくストラトの6766がシリアルなんで、6766ですね。言いにくい言いにくい。音どんな感じですか、ちなみに。結構ワウ、この個体の音とか全然わかんないぐらいワウかかってますね。がっつりいってますね。フレーズちょっとだけ弾くと、でもその音だわ、その音だわ。じゃあこれいきますか。行ってみましょうか。いきますかいきますか。僕ジャッカルでちょっと歪ましてるんで、これでいきますね。できてるできてる。ちゃんとその音出てますね。本当ですね。続きましてはタイムアルペジオ。タイムか。ちゃんとこのやっぱレスポールのマホガニの厚みっていうか、そこから鳴ってる感じがすっごいしてる。最近のデジタルアンプはほんとね、全然舐めてかかれるレベルじゃないですよ。素晴らしいですね。続いてはネイティブダンスカッティングですね。ちょっとひろいさんのギターに久々に戻ってきましたけども、どうでしょう。これ松本さんのカッティングってコンプめっちゃかかってるんですよ。これも今コンプレッサーオンになってるんですけど、これ多分オフるとちょっとね全然違うと思う。オフりました今。これ一般的な、カッティングなんですけど、もう松本さんはこのコンプがバチコーンってかかってることによってこれです、これがライブの時もあと CD の音源とかでもねしっかりかかってる。素晴らしい。素晴らしい。バッドコミュニケーション。バッコミ。じゃあソロ。ちゃんとバッドコミュニケーションですね。マジでね、このプリセットね、優秀。優秀ですね。恋心。恋心。これはね、恋心は普天ディレイがかかってまして、ドキドキ。いや、これね、ちょっと笑っちゃったもん。なんかそのまますぎて。いや、そのまますぎるやろ、これ。すごいですね。今なんか途中で弾けなくなってしまいました。なんか笑っちゃった。そのままの音が出てきたから。そのまますぎやろ。びっくりした。これ、普天ディレイっていうのがですね、2つ目ですね。このドットディレイっていうのがその普天ディレイになってるので、ゆっくり弾きたいときは、こうやってこれすると、これです。はい。そうですね。こういう感じでタップテンポで勝手に普天のディレイになってくれるので、すごく便利な。リアルシングシェイクス来ましたね。スタンバってるギターの中のミュージックマン。この時代、リアルシングシェイクスをミュージックマンでちょっと弾いてるからあれですけども、せっかくなんで行ってみましょうか。いいですね。はい、ひろいさん、こちらです。僕が高校生の時に本当に頑張ってお金を払って買った思い出のギターで、これちょっと裏返してみてください。裏側。はい、フェラーリこれもね、ちょっと松本さんご本人が貼られてるシールとはちょっと形が違うんですけども、これも当時フェラーリのシールなんてどこに売ってんのと思ってめっちゃ頑張って探して、もうありがとうございます。じゃあこれでリアルシングシェイクスいってみますか。いや、こ
これねリアルシングシェイクスは意外とこうちょっとスカッとしてる部分があそうですって、ない帯域があったりするんですけども、ちゃんとしてるわ、出てますね。はい、じゃあ続いてコーリングなので、これちょっと一緒に僕バッキングさせていただくので、わーイエーイやばやばどうすか、まだちょっと途中なんですよ。これまだ皆さんまだ途中ですから途中なんだけど、いや楽しすぎて時間を忘れてしまいますね。なんかこんだけ楽しめるアンプをこう作ってくださるヤマハさんもすごいし、そうなんですよ。まあ松本さんもね協力されて、本当にでやっぱりギタリスト的に見ても、やっぱ全部の曲が一筋縄ではいかない曲なので、なんかこれらを全部うまく弾けたら、相当上達してると思いますよね。そうですよねそうそうそう、いやこれでねやっぱ練習する気も湧くと思うし、そうなんです。皆さん今この動画すごいいいなと思ったらもう今高評価、そしてチャンネル登録もぜひもうお願いします。ちょっとファイヤーボールイントロこれいきましょうか、はい、ファイヤーボールといえば、フェイザーがかかったねあのサウンドかな、カッティングですね。ちゃんとあのサウンドですね。あ、プレジャー。これプレジャーじゃあ最後にちょっと2人で弾いて、これちょっと飛ばしましょう。はい、どれいきます？もうだいぶ結構弾いてきたから。ゴーファーザーもでもゴーファーザーいきます？いやこれも出だしからやばかったな。本当ですね。ちょっと出だしの一瞬だけもう一回聞いていいですか？いやそのスライドのこの半ワウでこう上がってくる、そういうの多いですね。4弦とか。そうこれだけでもう何回でもね、確かにもうブラザーフット、これもレスポールですね。ああやばこれ4弦ですね。4弦4弦もうライブの最後、ライブの最後、うわーもうありがとうみたいな感じ。土砂降りの中弾いてるいやのを弾いてるね。これは確実に雨降ってましたね。雨降ってました。ギリギリチョップ来ましたよ。あ、ギリチョな。お願いします。うわーじゃああと1個、はい、どれか言って最後プレジャー弾いて終わりましょうか。確かに。でもねウルトラソウルはねこれ弾かんといかんだろう。これ音作り難しいんですよ。アルペジオこれどうできてるすごっ。これね、これも普天のディレイで、そうですね、コーラスをちょっとかけたりとか、テクニックいるんですよ、作るの。できてんだもんな。じゃあ最後はプレジャー一緒に弾いて終わりたいなと思います。はい、僕ちょっと MG で弾かせていただいて、皆さん最後まで今日は見ていただきありがとうございました。がっつり決めますんで、これが良かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあ行きましょうか。はい。
ろいさん、今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。楽しかったですね。もう素敵なギターでした。もうマジでありがとうございました。楽しすぎましたね。概要欄にひろいさんのサイト載せてますし、ギターのレッスンもされてるんですよね。そうですね。はい。オンラインでもされてるってことなので、そんなビーズのギターのフレーズ弾きたいですって方いらっしゃったら、ぜひそちらに問い合わせしてみてください。はい、それじゃあ皆さんありがとうございました。高評価、チャンネル登録ぜひお願いします。それではまたの動画でありがとうございました。